俺に指図するんじゃねえ。親も校長もお前も全員黙れ。マックス、クロエ、早く乗って。おいてめえら、どこ行くつもりだ。逃げられると思うなよ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。Life is Strange の完結編ということで、こういったですね、動画にしてみましたので、ぜひご覧ください。で、この動画なんですが、前半はネタバレなし、で、後半に関してはネタバレありで存分に語っていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。こちらですね。キャッチコピーなんですが、人生は選択だらけ。でも、もし選び直すことができたら、はい、というキャッチコピーの元のゲームとなります。プレイした理由としましては、1、映画的なゲームだから。2、続編が発売されるから。こちらですね、2015年に発売されまして、翌年に日本でも発売されました。対応機種は PlayStation 4、Xbox One、iOS、Android、Steam、等々ですね、いろんな機種で発売されております。ジャンルはですね、アドベンチャーです。本編は全5章に分けられております。で、本作はですね、世界で300万本売れまして、アメリカ、欧州、数多くのゲーム賞を獲得しております。主人公は写真の高校に通うなよなよ系サブカル女子高校生マックス。物語を進めていくことに分岐点となる選択肢を選ぶことによって本人及び周りの環境が劇的に変わっていく青春ヒューマンミステリー。はい、という物語です。プレイヤーはですね、主人公マックスになってオブジェクトや人と話をして情報収集をして物語を進めていきます。で、謎解き要素もですね、多少含まれておりまして、でもですね、謎解きが苦手な方もですね、一定の時間を過ぎますと、早く女子トイレに行かなきゃ。お願い、間に合って。ヒントになる言葉を出してくれるので、そこまで謎解き苦手ですっていう方でもですね、プレイを存分に楽しめるかと思います。一番のポイントとなるところが、時間を巻き戻すタイムリープですね。このタイムリープを行うことによって、その4つの選択肢の選択がですね、変わったりですとか、新たな回答が出たりとか、ここの部分もとても楽しめます。この4択を選択することによって、プレイヤー自身がそのマックスにですね、疑似体験ができまして、あたかもですね、自分が主人公のように感じられます。監督自身が思ったのは、自分のペースで進められる映画。もう一つ押すと、全部受動的な映画ではなく、自分なりの物語を作り出せる映画。という印象を受けました。描かれるタイムリープなんですが、前半はですね、数分前から時間を巻き戻すことができます。で、後半からですね、自分が写っている写真を見て、その時代ですね、例えばそれが数ヶ月前だったり、何年前だったり、という時空をですね、超えてその写真にね、タイムリープすることができます。でもその世界に行ったとしても、数分経ったら元の世界に戻るんですけども、その元の世界に戻ったら、前のタイムリープしたところでやった行動とかが現在に反映されてくるんですよ。というわけで、大幅な書き換えができてしまいます。で、ここからですね、ちょっと個人的な感想をですね、語っていきたいと思います。まず、完成崩壊します。没入感がマジやばいです。タイムリープ作品とかはもうたくさん見てきました。その中でもトップ3に入るぐらい、この作品のタイムリープ、むちゃくちゃ出来がいいです。本作でですね、まず、主人公マックスと幼馴染のクロエ、この2人がとてもですね、物語のキーとなります。あえて触れなかったのですが、こちらですね、髪染めたわけなんですが、というのは冗談です。こちらウィッグなんですが、7、8年ぐらい前に買った、ちょうどクロエの髪の色とですね、合致しておりましたので、つけてみました。で、さらに言いますと、こちら。はい、Life is Strange T シャツ、買ってしまいました。タイムリープ映画と言いますと、真っ先に思い浮かぶのは、バタフライエフェクトですね。バックトゥザフューチャー。アニメ化実写にもなった、僕だけがいない街。魔法少女まどかマギカ。ご覧になった方は、ピンとくるかと思います。あの二人の関係にすごい近いです。このマックスとクロエ。高校生版みたいな感じですね。お互いの友情関係、この Life is Strange にも絶対にハマると思います。で、このタイムリープなんですけども、時間を戻すっていう能力欲しいですよね。しかしですね、この作品を見てから、確かにそのタイムリープを
することによって、過去にその自分の誤った選択を戻すことができるというところは、無敵じゃん、勝ち人生絶対いったじゃん、みたいな。最初に全5章からシーンが分かれてると伝えましたが、第1章が終わったらセリフとかは飛ばされて、印象的なシーンが次回予告として出てくるところとか、章の始まりの一番最初、こういう感じです。前回のライフイズストレンジではどいつもこいつも人をコケにしやがって。二度と近づかんじゃねえぞ。そういうことか。命の恩人じゃん。はい、この感じでもう海外ドラマなんですよ。流れるシーンって前の章で選択した部分をちゃんと抽出して出してくれてるんですよ。これは驚きました。おばさん、ウィリアムおじさんの件だけど。はい、というわけでざっくりですね、ライフイズストレンジを紹介してみました。この後なんですけども、ネタバレ全開で話します。なので、これ以降見る方は注意してください。この後、そのライフイズストレンジをやりたいな、やろうかなって今の時点で思ってる方は、もう絶対見ないでください。最後までご鑑賞いただきまして、ありがとうございます。この監督ラボでは、自主制作映画16年間で学んだ切り口だったりノウハウを徹底的につぎ込んだ面白い動画、ちょっとためになる動画を出しております。チャンネル登録並びに他の動画もぜひご覧ください。監督ラボの監督でした。気分を変えまして T シャツチェンジしていきます。はい、もう一着買っております。はい、こちら名シーンですね。よろしいでしょうか。ネタバレ全開でいきますのでご注意ください。ここからですね、いろいろとそのシーンをですね交えながら、トークしていきたいと思います。ゲーム実況でやっている画面等もですね紹介しながら進めていきたいと思います。まずですね、監督自身ですね、このゲームむちゃくちゃすごいゲームだなと確信したシーン、ケイト・マーシュ飛び降り。いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんだ。ちょっともうやめてください。昨日はありがとうね。おかげで助かったよ。正直に答えて。うん、もちろん。何？警察に行くべき？あれ誰だ？ケイト！助けないと。死なせない。絶対に。この辺りからですね、マックスのタイムリープをすると、もう鼻血がタラタラで出ちゃう肉体的な大将が現れて、あれ能力がみたいな感じでなんかおかしな世界観になるんですよね。その屋上までドアを開けていったら、ケイト・マーシュがまさに今飛び降りようとしてると会話をするんですよ。まあこれはもうマックスしかできない、これ間違ったら本当に死んじゃうぞみたいな。力が使えない。巻き戻せない。マックス、私本気だよ。それ以上近づいたら飛び降りる。分かったから落ち着いて。ここならいい？そこでまあいろいろと4択がボン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 出るんですよね。この、ライブイズストレンジ絶対にこの選択で物語大きく枝分かれするなってところがわかるんですよね。まあ多分どれかにケイト・マーシュを救う選択肢があるかとはもうプレイしている時に実感したんですけども、なんと監督ですね、お母さんは動画なんて気にしない。大事な娘だもん。何も分かってないよ。母さんの言う通り、私が地獄へ落ちるか今やってみせてあげる。ダメ。選択を変えることによってケイト・マーシュが生きている世界になっていたかもしれないということをですね、自分の選択でミスってしまった。これはすごいショックというよりか唖然としました。今までたくさん4択を迫ってきてマックスと感情が同化している中で自分が発した言葉でケイト・マーシュが死んでしまったところ、ここはもう白くなりました。いや、このゲームやばいなと。マックスがだんだん飛行に入ってくる。クロエっていう親友がいるんですけども、どんどん引っ張られていく感じ。学校に侵入してプールに入るとか。いやでもこのプールのシーンがむちゃくちゃいいんですよね。じゃん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 。出たよ。それは分かってても怖いんだからやめて。サメのショーとかも無理なんだから。きっと会えるよ。いろいろあったけど全て繋がっている気がするんだ。何言ってんだか。それに私は田舎者とは気が合わないんだ。それもそうだね。どっちにしろそれどころじゃないんだし。
これからのこととか、自分自身とか、相手についてとかを語るんですよ。で、かつそのライトアップがもうすごい幻想的で、プレイ中、あの現場に自分いましたもん。それぐらい、なんかもう距離が近いゲーム。ゲームスタートしてから、レイチェル・アンバーっていうですね、行方不明な女の子がいるんですよね。監督自身プレイスタートした時は、このレイチェル・アンバーと再会するまでのゲームかなと思ったんですけども、終盤ですね。待ってよクロエ。ねここだ、間違いない。マックス手伝えよ。え待って、これマックスとクロエって本当幼馴染で、ある日を境に、マックスが写真の学校に行っちゃうんですよ。なので疎遠になっちゃって、で、そのクロエが疎遠になった時に、レイチェル・アンバーっていう女の子とすごい親しかったんですよね。いや、ここ結構来ました。親友だったのに、どうしてこんなのあんまりだよ。衝撃的だったのは、クロエ、危ない。マックス。まさかの主犯、ジェファソン先生。マジか。こいつが黒幕だなっていうですね、そういうなんかミスリードがあるんですよ。で、絶対そいつだなと思ってカメラが見上げると、先生確かになんか怪しいなとは思ってたけども、そいつじゃないような感じになったから、違うのかと思ってたんですけども、まさかのマーク・ジェファソン。その後の、あれね、あれはひどいわ。顔はそのまま勝手に動くな。過去にですね、すごい嫌悪感のある悪役って多々いるんですよ。アニメで言うと、リ・ゼロのこの人とか、あとソードアートオンラインの敵キャラとかもマジでね、クズなんですよ。そこに入るぐらいマーク・ジェファソンもクズでした。究極の選択、一つ目。ねえマックス。はい、ここですよ。マックスがですね、写真を見て駅に戻って、若い頃のクロエと再会するシーン。私が13歳の自分の中に朝ごはんが食べたければね。ブザーが聞こえないところに鍵を隠さないと。そこでクロエのお父さんが死んじゃうんですよ。ただその死んじゃうところをマックスが阻止して、でまた時間を戻って現在に来たら、なんとクロエが大成功だよ。クロエ、お客さんだよ。嘘やろと。いやー、あの後のシーンは本当に実況プレイ見ていただければわかるんですけども、ほとんど喋ってませんね。もう涙声なんで何も言えなかったです。これももう本当自分が選択した主人公になってるので、首から下が動けなくなっちゃうんですけども、本当辛いです。水取ってくれる？なんとかやってるわ。医療機器なしではもう生きていけないクロエ一家がもう家計がもうめっちゃ苦しくて、で最終的にクロエが語ったのは、私は呼吸器系が弱ってて、回復の見込みはないの。お医者さんが話してるのを聞いちゃったんだ。最後の思い出にしたい。わかる？でも点滴のメモリを中1に上げるだけでいいの。確かにそのクロエが言ってて本当に苦しいからもう終わりにさせてほしいっていう気持ちもわからなくもないし、でもそれはやっちゃダメだろっていうところもあるじゃないですか。その選択、ここプレイヤーに委ねてくるの。あとその前のシーンで突如ブレードランナー鑑賞会が始まるところ。子供の頃お泊まり会した時みたいになんか映画でも見よっか。リクエストは？ブレードランナーが見たいかな。ラストは泣くけど。このライフ・イズ・ストレンジはですね、結構映画ネタをぶっ込んでいくんですよ。サラの惑星ですとか、カルトサックとか B 級映画とかがもうボン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 出てきて、もう映画好きはまずやってほしいなって思います。ファスタープシーキャット大々まで持ってるなんて。あの監督はモノクロ映画の天才だよ。で、あと終盤の展開、ここからはもうね、すごかった。とにかくすごかった。ここまでやるの、過去のシーンがもう走馬灯のように入り乱れてくる、なんかすごい世界。僕を一人でさまようの
今まで関わってきた、クラスメート先生とか、カフェに集まるシーン。あとそこにね、自分自身がいたりとか。誰なの？見てわかるでしょ？私はあなた。名シーンを旅しながら進んでいったりですとか、あとそのドアを開けたらまたドアであれこれホラーじゃんっていうね。涙ホラーよりも怖いぞ。猿の惑星見に行こうよ。あんたが死ねばよかった。そして究極の選択2つ目。クロエを救うか、街を救うか。この嵐は私が招いたんだ。この町には私より生きる価値のある人がたくさんいるんだ。やめて。クロエを犠牲になんかしない。犠牲とかじゃない。マックスはきっと避けられない運命を遅らせてただけなんだ。私が何度も死んだり死にかけたりしたのも、街がおかしくなったのも、マックスが女子トイレで私を助けたから。この後私がどの世界でどうだったとしても、マックスと過ごした時間は全部本物だし、消えることはない。マックスがどんな選択をしてもそれが正解だよ。クロエ、私にはできないよ。逆だよ。マックスにしかできないんだ。迷いましたね、選択に。やっぱりその監督自身はですね、もう主人公マックスに感情移入をしてたので、やはりちょっとクロエを助けました。で、ここで明かされるのは、主人公マックスが青い蝶々を見て、こう取ったことからタイムリープ能力が備わったんですけども、タイムリープをしたのがまさに、離れろ！ダメ！戻してしまった、死ぬはずだった親友、助けたことからいざこざが始まってくるんですよ。なので、究極の二択で、クロエを救わなかったら、こういう街崩壊もないし、異常現象、月が2つ出たりとか、クジラが横たわっていたりとか、クロエ一人と、この街全体っていうかもうなんかこのままいくと、全部崩壊しそうなんですけども。とても楽しめました。で、さらにですね、はい、ライフイズストレンジのグッズをですね、買ってきました。何を買ったかと言いますとですね、じゃじゃん。はい、こちら、リュックです。ライフイズストレンジ買いました。監督なんですが、以前紹介しました、このおしゃれ白いバッグを日常的に使っております。この顔ね。はい、これ使っております。こちらをですね、切り替えまして、このライフイズストレンジバッグで、ちょっと日常的に使っていきたいと思います。これだったら別にありですよね。ゲームとかアニメっていうんじゃなくて、オシャンティーで、かつ、わかる人はわかるみたいな。で、中も結構これ大容量。表面も結構でかい感じですね。これめっちゃいい。あとこのクッション素材の背面。何これ？ここになんか USB がついてるんですけど。何これ？ここに埋め込まれてる。これって、サバイバルバッテリーを入れて、ここに挿して、で、ここを貫通して、スマホを入れて充電をするみたいな感じです。すごい。やばー、このバッグ。いや、これ、すごい気に入ってます。はい。というわけで、このライフイズストレンジなんですけども、スマートフォンでもできるので、3年前の出来事ですね。が、こちらですね。Life is Strange Before the Storm という作品ですね。こちらは、おそらくですね、このクロエが主人公の作品になります。この3年後にですね、この作品の展開が分かっているので、なかなかきついものがあるかと思うんですけども、こちらもですね、今後やっていきたいなと思っております。で、続いて、この Life is Strange のですね、パート2なんですけども、こちらはですね、キャラクターはリンクはしないのですが、タイムリープする能力が備わった男兄弟のタイムリープの話なんですよね。で、あとですね、なんとアメリカではですね、コミック版も出ておりまして、今現在連載中で12巻まで発売されているそうです。いや、見たいな。で、あと、こちらの情報はちょっとまだわかんないんですけども、2016年なんで、4年前に発表された話ですが、実写化の話があったそうです。4年経ったんで、もし実写化されましたら、もう絶対見ます。ただ、このゲーム実況、10本出してる通り、本編むちゃくちゃ長いので、海外ドラマ的な展開だと、しっかり描けるかなと思います。脚本が重要ですね。
はい。で、今回はですね、Life is Strange ゲーム実況1から10本を踏まえた上で、こういったレビューをさせていただきました。このゲームをプレイしまして、どんな結果になっても、自分が選択した、決断したことはですね、責任を持って、自分に対して言うならば、16年間映画やってきて、今休止して、YouTuber をやろうというですね、決断をしました。この決断もですね、タイムリープで戻したくなるっていう感じにならない未来にするためにもですね、やはり自覚して動画ですね、今後も作っていきたいと思います。もう前に進んでいく強さ、過去も全てひっくるめて自分を出していきたいと思います。はい、というわけでですね、プレイする人によって物語がガラリと変わるこの Life is Strange、興味ある方は自分好みに作り上げてください。いや、本当におすすめなゲーム、Life is Strange でした。では、また次の動画で会いましょう。最後までご鑑賞いただきましてありがとうございます。この監督ラボでは自主制作映画16年間で学んだ切り口だったりノウハウを徹底的につぎ込んだ面白い動画、ちょっとためになる動画を出しております。チャンネル登録並びに他の動画もぜひご覧ください。監督ラボの監督でした。